はい、こんにちは。ラゲチャンネルです。今回はですね、モデルファクトリーヒロの12分の1メルセデス C11 91年ルマン仕様ですね。こちらを完成させていこうと思います。ちょっと最後ね、ハイペースになったんですけれども、最後の組み立て一気にやってそれを分割して動画にアップしてるっていう感じなんで、今回でいよいよ完成っていう形になりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい。そしたらですね、最後の組み立てやっていきましょう。で、細々したことはほとんど収録外で終わらせてしまったので、目立つパーツをポチポチつけていって、最後、前後のカウル類とかを取り付けて完成っていう形にしようと思います。はい。というわけでまずはね、ワイパーの取り付けなんですけど、ワイパーは、この根元の部分と、この先のブレードの部分、ここがホワイトメタルで、他の部分はエッチングパーツっていう形になってて、それを全部接着して塗装したっていう感じになってます。一応ね、ワイパーの各関節が動くような構造にはなってるんですけど、動くようにする必要もないので、僕は接着して固めてしまいました。で、ここの根元の部分で接着してあげると。で、ワイパー自体はね、真ん中に来るのが正解なので、真ん中にしてあげて、で次ドアミラーですね。ドアミラーを左右に取り付け、でこれドアミラーなんですけど、これ31号車だけここにこういうクリアパーツがつくんですよね。でもう1台の方、何号車だった、もう1台の方は1号車の方はこのクリアパーツはつけずに、このクリアパーツをつけるくぼみの部分は埋めてあげるっていう指示になってるんで、今回は31号車なので、クリアパーツを取り付けてあります。これミラーをつけるかどうかね、悩むところなんですよね。きっちり接着しちゃうとね、このミラーは後々ちょっと怖いっていうのがあるんで、折れちゃったりとかねっていうのもあったりはするんですけど、折れたら何とかしたらいいかっていう感じかな。よいしょ。よし、こういう感じでミラーをつけてあげる。はい、こんな感じで、ここまでつけたら、次フロントカウルですね。フロントカウルをつけてあげるので、この向きだと見えないかな。よいしょ。でフロントカウルはね、ここにねガーニーフラップをつけてあります。こんな感じでね、これガーニーフラップがあるバージョンとないバージョン両方エッチングパーツがついてて、どっちか好きな方を選んでくださいっていうことだったんですけど、せっかくだしまた方がいいかなと思ってガーニー付きのやつにしました。でフロント周りで収録外でつけたのは、ここのラジエーターの配管ですね。ここの左右につくこのラジエーターの配管を取り付けました。ここはねちょっと奥まってるのもあってほとんど動画に撮れないんで、収録外でやっちゃいました。そしたら、フロントカウルをつけるんですけど、これフロントカウルつけるのがねちょっとコツがいって、裏側のこの突起をここのブレーキダクトの横の穴に
刺してあげて、固定するっていう感じで、ここにワイパーがついたんで、さっきまではねワイパーなかったからパコって前からね前はめてパコンってできたんですけど、このワイパーがついたことでそれができなくなったんで、今みたいに後ろをはめてから位置をグッと合わすっていう感じで入れてあげる。でこれちょっとね下から、ビス止めがあるんで、ちょっとカメラに映らないんでビスだけ止めちゃいます。はい、そしたらねフロントカウルの固定ができたんで、次リアカウルの方に行きます。でこうちょっとずらすと見えてくるんですけど、ウィングも取り付けてるというか、これ今刺してるだけです、これは。はい、でここの4箇所とこのステーの4箇所を合わせてブスって刺すっていう形なんですけど、このウィングって梱包して発送する時にまあ高確率で壊れるんですよ。なのでこれに関しては取り外して発送しようと思ってるんで、これ発送なんでねお送りする形になるんで、確実にこれ壊れてしまうんで、これは接着してません。はい、なんでまあとりあえずここに刺すだけっていう感じで、送る時には外して、お送りするって感じにします。で、こっちがリアカウルをつけるんですけど、リアカウルはここの2箇所を、ここのネジ穴に合わせてネジで固定っていう形になるので、この前側をここに引っ掛けた上で、ここの切り欠きをリアウィングステーと合わせてあげると自動的にここがピタッと合うのでっていうか合うようにしたので、これで止めていくんですが、ドライバーどこ行った？あれ、あった。これ先がねかなり細いドライバーを用意しないとここネジ締めれないのでね、これでネジがこことここですね。でこれ相手がねホワイトメタルなんで、金属といえどもホワイトメタルはむちゃくちゃ柔らかいので、こういうとこもねネジ締めるときは締めすぎないように気をつけて、リアウィングを取り付け、リアウィングはね角度的に見えないから手探りで刺す形になるんでね、ちょっと刺すのいつも苦戦するんですけどね。こんな感じでつけてあげる。で、あとね、このレンズのアンテナとアンテナが2本ですね。こことここで、このアンテナも発送するときに折れるパーツランキング上位入賞者なんで、これもね外した状態で発送しようと思ってます。こんな感じで、あとこのホイールのナットを隠すナットのカバーですね。こういうパーツ、このホワイトメタル製のカバーの先っぽにこういう感じで抜け止めのクリップが入ってるっていうのがあるんですけど、これをねここにかぶせてあげるんですけど、
これ何も考えずにこれかぶせて接着しちゃうとホイール取れなくなっちゃうんで、まあホイール外して飾るかどうかっていうのは分かんないんですけど、まずないとは思うんですけど、一応やっぱり外せるようにしといた方がいいなと思うんで、この中にねネオジム磁石を仕込もうと思ってるんですが、ちょっと今このタイミングでこのサイズのネオジム磁石を切らしちゃってたんで、今注文してるんで、これはちょっと後でつけておきます。はい。ここにパコッとはめるだけでもね、とりあえずつくんで、この状態でとりあえず写真だけ撮っていこうかなと思います。はい。というわけで、これで一応全てのパーツの取り付けが完了して、これで、ザウバーじゃない、メルセデス C11 の製作が完了という形になります。はい。そういうわけで、とりあえずちょっと撮影ブースの方に移動して、ちょっとこの上からの角度だとね味気ないので、撮影ブースの方に置いて、こう横から見た角度で見ながら感想とかまとめをしていこうと思いますので、あとちょっと動画続きますんで最後までお付き合いください。はい、というわけでちょっと軽く表面ワックスかけて、これで完成っていう形になります。はい。で今回この MFH の12分の1のフルディティールキットですね、作らせていただきました。正直な話、オーダーを受けた時はね、まだこのスケールのフルディテールっていうのを作ったことがなかったっていうのもあって、MFH のね、作ったことがなかったっていうのもあって、若干ちょっと不安もありつつ、ちゃんと完成させれるかなという不安もありつつ、でも今の自分の技術だったらなんとかなるだろうという、ので制作を開始しました。でちょっとね、いろいろ試行錯誤しながらやったっていう感じにはなったんですけども、エイチさんのキットの出来の良さっていうのにも助けられて、なんとか完成させることができました。はい、こんな感じですね。このボディの色とかに関しては、バルケッタさんから出てるね、これの14色を使ったので、特に違和感なく、しっかり綺麗に塗れたかなというふうには思います。他のね、パーツの合いとかっていうのも、やっぱりレジンなので、レジンとホワイトメタルを使ってるっていうのもあって、ホワイトメタルの部分はね、ぐっと力技で曲げればなんとでもなるんですけど、レジンの部分っていうのがやっぱりどうしても反りが若干出ててっていうので、仮組みの時点で、かなり調整はしたんですけども、どうしてもね塗装すると若干塗装に引っ張られてまた反りが出ちゃうっていうのもあって、これはこの先、保管していく間でも若干のやっぱり変形っていうのは出てきちゃうそうです。なんで、最初のね、仮組みの時点で、かなり調整はしてるんで、ほぼほぼ問題はない程度にはなってるんですけども、その辺がね、ちょっと難しいかなという。特にサイズが大きいんで、ちょっと歪むとその歪みが大きく見えてしまうんで、その辺がちょっと、気をつけないといけない部分なのかなというふうには思いました。はい。で、この車、C カーなので、そんなにね、開閉ギミックっていうのがあまりないんですよ。普通の市販車の場合とかだと、ドアが開いて、なんだったらドアが4枚開いて、で、ボンネットが開いて、トランクが開いて、みたいな感じで、開く場所が結構いろいろあるんですけど、基本レーシングカーの場合って、フロントフードにしても、エンジンカバーにしても、基本取り外すっていう形になるんで、あんまりこの開閉ギミック、っていうのがないので、唯一このドアだけですよね。ドアの部分だけがこういう形で開閉するっていうぐらいで、それ以外のね、開閉ギミックっていうのはないので、そこの調整に関しては、非常にやりやすかったかなと思います。結構やっぱこういう開閉ギミックってインパクトがあるんで、結構みんな注目するんですけど、このキットに関して言うと、それほど大変ではなかったかなというふうには思います。それは仮組みの時点でのね、愛の調整とかをある程度してやったっていうのもあるとは思うんですけども、それほど大変でもなく、なんとかいけたかなという思います。であとこういうキットで、問題になるのはやっぱ
タイヤの設置、四輪の車高とか、四輪のアライメントとかっていう部分だとは思うんですけど、その辺も、MFH のこのキットっていうのもあって、再現がかなりしっかりしてるんですよね。すべてのアーム類がしっかり再現されててっていうのがあるんで、このすべてのアーム類をちゃんと所定の位置につけてあげると、それだけである程度ピタッと合うようにはなってました。これをちっちゃいスケール作った時もそうだったんですけど、今回のやつにしても、要はローアームつけて、アッパーアームつけて、で、アップライトつけて、で、そこにサスペンションのプッシュロッドをつけると、もうそれで車高も、もうそれ以上動かなくなるんですよね。それ以上動かなくなるんで、そういうので、しっかりと車高とかが合うようになりました。なんか今これきっちりね4輪設置してるんですよね。っていう感じなんで、その辺とかもね非常に組みやすかったかなと思います。はい。で、また他大変だった部分で言うとやっぱり配線関係ですね。特にこの C11 に関してはもう資料が本当に全くないっていうのがあったので、かなりそこで苦戦したかなというふうには思います。他の C9 とか 787B とかの場合だと資料がね結構豊富に手に入るんで、それで困るってことはあまりないんですけど、この C11 に関しては本当に資料がなくて、それでかなり苦労しました。なので、今からこの C11 を作るっていう方は、資料探しを頑張ってくださいっていう感じかなと思います。はい。ただ配線関係とか、僕は今回ある程度やりましたけど、やらなかったとしても、それなりに情報量はしっかりしているので、そこはもう本当個人の好みでやってあげればいいと思いますし、後々、この知り合いの方から資料をいただいたんですよ。その人もそのうち作ろうと思ってるからっていうので集めた資料を持ってはったらしくて、その方から資料をね、いただいたんですけど、正直な話、実物の配線、エンジンルームにしても車内にしても、実物の配線ってあまり美しくないんですよ。配線の数が桁違いに多いっていうのもあるんですけど、もうぐっちゃぐちゃなんですよね、基本的に。なので、それを模型できっちり再現するっていうのが、いいのか悪いのかっていうのは、やっぱり人によって変わってくると思います。実写再現でその配線のぐちゃぐちゃ感まで再現するのが実写再現でいいっていう人もいると思いますし、模型としてパッと見た時に、こうシュッとしてるというかスッキリして美しいっていうのを重視して作るかっていうのにもよってどこまで再現するかっていうのも変わってくると思うので、その辺はね、ご自身で考えながらやってあげればいいんじゃないかなと思います。それはもうこのキットだけに限らず、他のね24分の1スケールとかでも24分の1の方が特にそれは顕著かなと思います。24分の1だと配線の太さがね実際よりも確実に太くなるんで、スケール的にね実写でね、5ミリとかの太さの配線って24分の1にしたら何ミリの配線使わなあかんのって話になってくるんで、どうしてもね実写よりも配線が太くなっちゃったりするので、同じように配線を取り回すと実物よりもゴテゴテして見えたりするんですよねっていうのがあるので、こう、引き算の美学って誰かが前言ってたんですけど、その実写の中から何を減らして美しく見せていくかっていうのもその人のセンスだと思いますんで、そういうのも含めてこういうフルディティールキットを楽しんでいきたいなと思いますし、皆さんも楽しんでもらいたいなと思います。ここまでね配線しっかりやったのもねこのキットが初めてなんで、僕は、今後はねこれでこう覚えたこととかをね他のキットとかにも、流用してより良い仕上げの、作品を目指していこうと思います。はい。そんな感じでね、それ以上言うことがないっていう感じなんですけど、非常に、いいキットでした。値段もなかなかいい値段なんですけど、非常にね、組んでて楽しいキットだったので、もし興味があるけど、やっぱり MFH のフルディティールは僕ではようやらんかなって尻込みしてはる方がいらっしゃったら、ぜひぜひチャレンジしていただきたいなと思いますっていうぐらい組みやすかったです。本当に大変は大変ですよ。大変は大変ですけど、
非常に組みやすいキットだったので、ぜひぜひチャレンジしてもらいたいなと思います。はい。というわけで、あとはね、ちょっとね、でかいプラス重すぎて、回転台に乗せれないし、乗せても回らないので、ここからはね、ちょっとスライドショーで、写真を見ていただこうかなと思います。はい。で、今後も、他のね、MFH のキットとかも作る予定してるんで、その辺もね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。というわけで、全部で17回に分けてやってきました、この MFH の C11 ですけれども、これで完了って形にさせていただこうと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また他のね、制作動画見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、さよなら。